皆さん、こんにちは。そして、わしが本田圭佑やでさん。はじめまして。アイレポ AD のあっちゃんです。おっさんがヒーヒー学ぶ手ならヒー。今回は、わしが本田圭佑やでさんからいただいたご質問への回答動画となります。いただいたご質問の内容はこの通りです。プレミアに限ったことではないんですけど、やらかしちゃうこといっぱいありますよね。毎度泣きそうになります。っていうか、泣いてます。私が現時点で思いついた手法は3つです。作業を始める前に、プロジェクトを閉じずに、これ重要です。プロジェクトファイルのバックアップを取っておいてください。プロジェクトファイルをコピーするだけです。これでいざとなれば、バックアップファイルから現状を復旧できます。やらかした時の基本的な対応は取り消しですね。コントロール Z。もし Mac ならコマンド Z でしたっけね。編集メニューから取り消しでも OK です。今ここにシーケンスを4つ作ったプロジェクトを用意してみました。違いがわかるように、それぞれの文字の色を変えて、シーケンス名をテロップとして配置してあります。これでシーケンス4とシーケンス3を削除してみます。そしてシーケンス4を復旧するために、コントロール Z を2回実行します。これでシーケンス4が復旧できましたね。この手法で誤ってシーケンスを消してしまったところまで戻れますでしょうか。ただ、この手法は、プロジェクトファイルを開いたところまで、または決められた回数しか戻れないので、シーケンスを消してしまった後にファイルを閉じてしまっていると戻れないと思います。プレミアにはヒストリーというパネルがあります。編集ワークスペースの左下のパネルグループにヒストリーが存在します。見えていなければパネルグループの右上の矢印をクリックしてヒストリーを選択してみてください。それでも見えなければウィンドウメニューを開いてヒストリーを選択してみてください。そうすると作業の履歴が出てきます。今はただプロジェクトファイルを開いた状態なのでこれだけですね。それでは現在開いているデモプロジェクトで見てみましょう。現在シーケンスは4つです。先ほどと同じようにシーケンス4、シーケンス3と削除していきます。そこでヒストリーパネルを開いてみると履歴がこのように出ています。シーケンスを削除した場合はプロジェクトの項目を削除という履歴が残るようですね。ここで一番上にある新規開くという項目をクリックして、プロジェクトパネルを確認してみると、プロジェクトファイルを開いた時の状態、つまり SQ3 と SQ4 がある状態にまで戻っています。もう一度ヒストリーパネルを開いて、上から2番目のプロジェクトの項目を削除をクリックしてやって、プロジェクトパネルを確認すると、シーケンスを一つだけ削除した状態に戻っているので、シーケンス4はありませんが、シーケンス3は存在する状態になっています。これで目的の位置まで戻れますでしょうか。ただ、この手法も、プロジェクトファイルを開いたところまでしか戻れないので、シーケンスを消してしまった後にファイルを閉じてしまっていると戻れないと思います。ちょっと面倒ですが、この手法が可能性は一番高い気がしています。プレミアは設定を変更していなければ、プロジェクトを自動でバックアップしてくれます。場所は、プロジェクトファイルがあるフォルダ。こちらに Adobe Premiere Pro Auto Save というフォルダ。
があると思います。こちらを中に入ってみると、プロジェクトファイルと同じ名前のファイルの他に、日時のついたファイルがいくつか存在します。これがプレミアが自動で取ってくれたバックアップファイルですね。これらはそれぞれ普通のプロジェクトファイルなので、そのまま開いてやることができます。消してしまったシーケンスが残っている一番新しいファイルを開くことで、消してしまった時点に一番近いシーケンスを復旧できることになります。条件に合ったプロジェクトを見つけたら、バックアッププロジェクトのプロジェクトパネルの中で、対象のシーケンスを選択して、コピー。現在のプロジェクトのプロジェクトパネルの中で、ペースト。これで復旧できますでしょうか。